さあ始まりました古民家 DIY の時間です。前回の動画で珪藻土を塗ってきましたので、今回は床をやっていきます。今回の部屋はこちら、約20平米の部屋になります。今合板が張ってある状態です。まずは寸法を取ります。長辺が 6920mm、 短辺が 2900mm、 この辺かけるこの辺で、これで平米が出ますので、まずは平米を出します。でホームセンターとか行っても畳で書いてあったり坪で書いてあったり平米で書いてあったり、結構様々な表記されてるんで、でもまず平米出してると大体お店の人で平米何本いりますかみたいな感じでよく言われるので、この部屋が何平米なのかということを把握した方がいいです。でこの部屋は 2.9×6.9 に約20平米っていうことになります。これがヒノキのムックフローリングになります。22平米分買ってきました。必ず1平米か2平米ぐらい余分に買った方がいいです。必ず失敗とか、節が結構傷んでるとかで使えないものも入ってますので、1平米か2平米分ぐらい余分に買えます。こちら厚みが 15mm で長さが1920。短辺に向かってこう貼るより長辺に向かってこう貼り進める方が部屋が広く見えるので、今回はこういう方向で貼っていきます。でまずこの部屋の入り口からこっちに向かって貼り進めていきます。でこの部屋の入り口のこのラインから向こうは杉のフローリングを貼っていくので、それを前提に貼っていきたいと思います。であの辺りがね結構ややこしい形してるので、まずここを作っていきます。この小種をカットするのと、ここをカットしていきます。今回はネダボンドを使わずにこのフローリングビスで留めていきます。かなり細いです。床なりがめちゃくちゃ気になるとかいう方はネダボンドをしっかり入れてから貼り上げた方がいいと思います。今回ムックフローリングなんで、せっかくなんでボンドなしで、自然っていうところを大事にしてビスで仕上げていきます。この小種の角にビスを当てて斜め45度に打っていきます。ちょっと頭が入るぐらい。頭が非常にちっちゃいので、ドライバーもプラス1のドライバーが必要です。この炭が入っているところが根太なので、ここに根太の上にこういう風に打っていきます。ここはもう0列目なので、ここが初めて1列目になります。
この一番端っこは幅木で隠せるのでビスを表面に打っていきます。いやー、やってしまいました。ビフォー取るの忘れてましたね。今からちょっと後戻り作業。よし、これでビフォー撮影です。もう一回元に戻していきます。それでは2列目を貼っていくんですけど、こっちから向こうまでで3枚と余分余分が端っこに出るので、この割り振りをやっていきます。このおざねと目ざねをガチッとこういう木槌と当て木を当てて差し込んでいきます。このフローリングは製材屋さんがしっかり乾燥させたフローリングになるので、そんなに収縮率がないんですね。なのでこういうフローリングに関してはここですね、こうもう隙間なくガチガチにつけます。で木は必ず最終的にはこう痩せる方向に行くので、ここにやがて隙間が空くということになります。でただ乾燥させてない材を使うとこの伸縮がブヨブヨっとするので、隙間を空けてないと膨張した時にフローリングがぐっと反り上がってしまったりとかいうのを防ぐために隙間を空けます。でこう2列できたらこれをひたすら繰り返してあっちの端っこまでやっていきます。この一番最後の列とここはビス止めせずに貼っていきます。ここビス止めすると難易度が上がりすぎるので、最後の列はもうここだけはもうボンド使います。
だいぶ傷んどるね。バッチシ。最後までご視聴ありがとうございます。いやー、今張り上がりの一番いい時ですね。もうヒノキの芽がバーっとしてね、表面も本当にこのサラピンの状態、最高ですね今が。今回はボンドなしでフローリングビスで留めていったんですけど、今のところね床なりとかもなく非常にいい張り上がりだなと。今後ね床なり出てくるかもしれないんですけど、僕はねそんなに床なり気にならないタイプなので、気になる人はね絶対にネタボンド入れてガチッと留めちゃった方がいいと思います。すっごいねで張り上がりのもうヒノキの匂いをしていい状態なんですけど、このままほっとくと一瞬で汚れてしまうので、次はクリア塗装をやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ次回もご視聴してみてください。それでは。